皆さんこんにちは、まめです。お元気ですか？春休みにですね、家族でハワイに行ってきました。ちょうどね、天気にも恵まれました。この行く前にとっても雨がいっぱい降ってたんですが、ハワイに私たちが行っている間は天気が良くて、ビーチにも毎日行っていました。ただね、海がブラウンウォーターといって茶色くなってて、近所のね、ビーチでは入れなかったんですが、ちょっとね、離れたところだと水に入れたりして、一度だけね、水に入りました。あとはね、ハイキングでココヘッドに登りました。ココヘッドトレイルです。頑張ろう。レールを引いたところが階段に今なってて、ハイキングの名所になっているんですね。で、全て階段になってます。これがまた多分ハワイで一番きついんじゃないかと言われているかいないか分かりませんが、とっても大変でした。昔はね、もうちょっと早く登れたんですが、10年前はですね、私と私の友達とでこういうふうに1週間に1回はね、ハイキングいろんなところに行ってたんですが、私の友達はこのココヘッドを19分で登りました。ちょっとね、とってもすごいですよね。ありえません。もうね、登った後はね、足がガクガクでした。その後はね、車で、景色がいいところを泊まりながら景色を眺めて、この崖のところにね、人がね、いたんですよ。もうダメですね、危ないです。あとね、このアザラシでしょうかね。このアザラシはね、もう最初びっくりしました。大変だと思ったんですが、サインに邪魔しないでくださいと、健康ですので休んでるだけって書いてました。あとはね、子供がスタバに行って勉強したいというので付き合って編み物をしたり、スタバのコーヒーはね、私日本のスタバが一番美味しいと思っています。アメリカはまあまあ。あとね、この鶏がね、いっぱいいました。ひよこと一緒に。とっても可愛かったです。図書館に行ったり、あとはやはり日本食ですね。ハワイの方が日本食が食べやすいので、手に入りやすいので、回転寿司なんかも行ってきました。こちらにもね、あるんですけど、一度も行ったことありません。今度行ってみようかな。この元気寿司に行ったんですが、高級でした。値段がすごく高くてびっくりしました。でも美味しかったです。行ってよかったです。おせんべいみたいな感じかな。このアグネットセーターを編み始めてだいたい1週間弱ですが、今後ろヨークを編み終わりました。編み終わりまして、肩からまた編み始めてます。で、このね、最初の編むところ、ここダブルになってるんですが、この始め方がすごく特徴あって、とってもいいビデオを見つけたので、概要欄にね、リンク貼っておきます。それでヨークなんですが、すごくちょっと分かんなかったのが、もし知ってる方がいたら教えてほしいんですが、ここ何センチって出るんですね。この増やし目も、増し目も何回繰り返す、そういうのはあるんですが、こう何センチとかっていうのもあって、その何センチがここから始まるのか、ここから始まるのかが
分からなくて、で結局ここからの、長さにしました。ここからここの長さね。でこれがですね、私のゲージ取ってないんですが、編んでみたらゲージが縦はね OK なんですが、横が短いんですね。でそれはでも水通しすれば伸びるかなとは思うんですが、でこれをですね一玉ずつ毛糸持ってきたんですよ。でもうモヘアがなくなりそうになってて、これがね結構楽しくてどんどん編んじゃってるんですが、ちょっと帰りの飛行機で、これはねランタンムーンのね針なので飛行機は絶対大丈夫だと思うんですが、もう一つ持ってきているのが靴下編みで、やっぱりね靴下編みはチャオグーですよね。チャオグーのこんな細いメタルのちょっと曲がった針で編んでるんですが、万が一取られたら悲しいなと思ってるので、ブリオッシュ編みの方は飛行機、帰る時用にちょっと取っておこうかなと思ってるところです。で今ねこれかかとが編み終わって、あとはつま先まで行くだけです。でもう一足というか、実はこれこの前編み終わったんですが、ピンクのねこれを一足、なぜか一足じゃないや、片方だけ洗濯機に入れて、しかも乾燥機にも入っちゃってて、小さくなって履けなくなってましたなのであと一つね、もう片方編めるぐらいちょうど残ってるので、編めれば編みたいなと思って持ってきましたね。こういうことってあるんですね。悲しいです。ウールのソックスはね縮んじゃいますよね。これもねあとちょっとなので頑張っていきたいと思います。ブリオッシュ編みがね楽しくて、本当はそっちの方ばっかりやりたいんですが、これを先に終わらせたいと思います。帰る前にですね、昔お世話になったマキさんのお店に行ってきました。レイナイナというお店でカイロアにあります。とてもね可愛いものがたくさん売っているので、もしハワイに行くことがありましたらぜひ寄ってみてください。それでマキさんが可愛いワンちゃんを飼ってるんですけども、そのワンちゃんのぬいぐるみをね作ったらしいんです、自分で。でそのぬいぐるみのためのセーターを編めると聞かれたので、編めるよと言ってきました。なのでね今度頑張ってこのぬいぐるみのセーターを作ろうと思います。
美味しいものとね、あと綺麗な景色を見てね、あっという間に過ぎたお休みでした。デコポン、美味しいです。いただきました。こんにちは皆さん、豆です。お元気ですか？ですね、春休みにハワイに家族で行ってました。ちょうどね、ハワイは雨がいっぱい降って、洪水がすごかったんですけども、ちょうどその雨が止んで、何日か後に向こうに着いた感じです。で、私たちが出た後にもまた雨が降ったらしいんですが、本当にね、大変なところもいっぱいあったそうです。図書館とかにね、行った時に他の人が話してるのも聞こえました。あと、お店の人と話したり、その洪水まで雨が降るのが最近で2回目らしくて、こうパンプね、水をパンプする機械を買ってたらしくて、その方は。それのおかげで助かったって言ってました。なんかね、最近変な天気が多いですよね。もう毎年同じようにはいかないっていう感じで、ちょっと心配ですね。で、ですね、編み物。編み物なんですが、ハワイで編みたいと思って持ってったのが、このアグネットカーディガンです。ここまでね、ここぐらいまでハワイで編めました。で、この先はね、ちょっと帰ってきてから編んでるんですが、これはね、本当に楽しいです。なんか、エンドレスみたいな感じのコメントがとってもラベリーでね、多いですが、それを読んでちょっと、手がなかなか出せないでいたんですが、そんなことないです。あの、これはね、意外と早く進みます。まあね、ブリオッシュ編み2段で1段、2段で1段。まあね、ブリオッシュ編み分かる人は分かると思うんですが、かといって、そこまでね、細かいわけじゃないので、そこまで遅くはないです。サクサクここまでは進んでいます。あんまり言ってね、止まっちゃうとあれですが、これはね、勢いがついてるので、もうその勢いがあるうちに終わらせたいなと思ってます。このね、毛糸の感じもとっても可愛い可愛いっていうかもう見てるだけで春、もう卵みたいな感じですよね。ひよこ。そんな感じ。なので、触ってても楽しいし、ほんとね、これ、暑くなると多分編めないですね、このモヘアは。今日はちょっとあったかかったので、そういう時はね、でも私の家がですね、レンガでできてるので、多少外が暖かくても、家の中はまだ寒いんですね。だから、まだ全然いけます。あと1ヶ月以内には完成させたいと思っています。夏になる前に。でですね、この編み方なんですが、ペティットニットさんのホームページにしっかりと載ってました。この襟のところね。ここを間違えると、この端っこのところがパールの、裏編みのバンプになっちゃったりすることがあるらしいので、ここは気をつけた方がいいと思います。直せないのでね、もうここ本当に最初の最初なんで。あとですね、まあそんなに時間ないからできないかなと思って、編みかけの靴下を持っていきました。これもモンディムで編みました。カーフのところを短くしたので、結構サクサク進んで、このぐらいの靴下はちょっと気合を入れるとね、意外と早く終わりますよね。昔はね、トーアップで言ってたんですが、この形はカフダウンで編んでます。で、あともう一つ、
これを、このね、ピンクのソックス、前回仕上げてたんですが、映像でも話したと思うんですが、乾燥機に入れてしまいました。なんででしょう。洗ったつもりもないんです。洗濯物に間違って紛れ込んでしまったんですね。それで、サイズがですね、このぐらい小さいです。わかりますかね。もうね、本当に悲しい悲しかったんですが、でもこのピンクの靴下って結構編むの楽しかったので、またね、頑張ろうと思って一つだけ編みました。今は3つありますが、このね、縮んじゃったやつはほどいて、また何かの靴下のね、カフだったり、つま先だったりに使おうかなと思ってます。可愛い色なので、無駄にしないで使いたいと思います。はい。あとですね、ハワイなんですが、昔、刺繍したポーチを売ってもらっていたお店に遊びに行きました。そこのオーナーの方がマキさんという女性なんですけども、とても可愛らしい女性で、ね、今回また久しぶりに会えて嬉しかったです。で、お店がですね、カイルアというところにあるんですが、カイルアは小さい町ですので、歩いてね、結構どこでも行けると思います。あとよく日本人のね、観光客の方たちは自転車を借りて回ったりしてますね。で、そこでですね、あれ、マキさんのところでピアスを購入しました。このパールの可愛らしい一粒ピアスです。こういうのね、欲しかったんです。私パール大好きなんですけど、こうシンプルなものが好きで、本当に見た瞬間、あっと思いましたね。これはちょっとね、綺麗な格好をする時とか、そういう時でもいいんじゃないでしょうか。娘もね、マキさんのところで、貝殻がチェーンとかについてるピアスを買って早速つけていました。マキさんのところではね、なんかお花、プルメリアだったり、なんて言ったかな、クイーン、キング、クラウン、なんかそういう名前のお花とか使ってイヤリングも作ってるんです。生のお花を使って。どうにかしてね、加工してね、もう立体でね、つけれるようになってるんです。とっても可愛かったです。ね、人気だと思います。あとコナの木でできている、ハワイのコナの木でできているネックレスだったり、いろんなものが売っています。あとはですね、ハワイでもう作られている人たちの、支援するために、そういうキルトなんかね、小物も売ってました。で、その売り上げの半分は、その団体に行くとかね。ちょっとね、詳しくわかんないんですが、マキさんはそのカエルビーチだったり、川だったり、汚れてるところをね、綺麗にしたりしてるんです。とってもね、素晴らしいですよね。見習いたいです。ハワイはね、とってもリラックスできました。またね、すぐ行きたいです。やっぱりハワイいいなって家族でね、そういう話していました。こっちのバージニア州もこれからどんどん暖かくなっていくんですが、今日なんかね、とっても暖かくて23、5度ぐらいまで上がってるんですかね。もう桜もすごく満開、もう葉桜になってるところも多いですね。もうこの時期は色がすごくカラフルで散歩するのが楽しいです。今朝もね、マーケットに行ってきたんですが、お花をたくさん置いていて、とっても素敵でした。いろんなハンドメイドのものとかも売っていて、食べ物だったり、アートだったり、クラフトのものもたくさんありました。食べ物だけね、お菓子だけ買ってきましたが、とても楽しかったです。あともう一つ購入したものを忘れてました。こちら、キルトの本です。これはですね、ローカルの図書館で
本屋さんがあったんですが、古本ですね。購入しました。なんと50セントで。この表紙に惹かれて、キルトの本がね、結構いっぱいありました。ハワイアンキルトの本があれば欲しいなっていつも思ってるんですが、古本ではなかったです。どちらかというとこういう、昔ながらのスタイルだったり、アーミッシュキルトだったり、アーミッシュキルトは私すごく好きなんですが、スタイルがね。で、このキルトを見て、で、これに結構、トラディショナルなね、昔からあるキルトのパターンがたくさん載ってたので、この中から、なんかね、見えますかね。本当に細かい。昔の人はね、本当にこんなよく作りましたよね。私もね、2つくらいキルト、うちの夫のお母さんからもらってるんですが、夫のお母さんが作ったものではなくて、夫のお母さんのお母さん、おばあちゃんがね、作ったものなんです。で、それでずっと使ってなかったんだと思います。割と綺麗なので。で、そのうちの一つがとっても気に入ってるんですが、色もね、多分ウェディングの時に作ってくれたんじゃないかなと思います。そのパターンだったのでね、それ知ってるのかなとかちょっと思うんですが、その夫のおばあちゃんはいろいろ多分手芸とかね、やってたと思うんです。でもこの中で結構可愛いのがいっぱいあるので、作りたいと思います。こういうね、スカラップのやつとかも、このね、日本の扇子のような感じのやつもね。キルトの本はね、見てて楽しいです。特に昔のキルトの本、集めてます。これね、重いんですけど、頑張って持って帰ってきました。なるべく物を増やしたくないですが、本はね、また別腹ですね。これとかね。かわいいです。これもかわいいです。というか、こういうのね、作ってます、私。こんな感じでした。これね、本に挟まってました。こういうのってね、なんか嬉しいですよね。押し花とかね。はい。皆さんは今何を作ってるでしょうか？私はね、アグネットカーディガンを仕上げて、あともう一つね、何か出かける時のプロジェクトなんかあったらいいなと思ってます。サマーニットなんてね、編みたいな。はい。それではまた、ご視聴ありがとうございます。また次回お会いしましょう。さようなら。